ございます。画家のギソです。今日はですね、ガラス、こちらを描いてみようと思います。どういうところがポイントになるか、ぜひぜひデッサンですけど、参考になるかと思いますので、楽しんで見てみてくださいね。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。ちょっとですね、この辺りとか少し柔らかめにしていきましょうね。ちょっとこう、動画の中の声と別撮りでの声が今日は単体ですかもしれませんけど、お許しください。で今日はガラスを描いていこうと思いますけども、ガラス皆さん難しいですよね。透明感どうやって出すんかなというところをちょっと注目しながら見ていただければなというふうに思いますけども、ガラスを描いていこうと思います。こういう幾何形態というのは本当にまず正確にね、こういう形やったら、真ん中にこう線引いて、それとこうちゃんとこうなってるかとか、上のこう楕円形とか下の楕円形とかですね、そういうのが自分の目線からどのぐらいの角度にあるからこうドゥーとかね、なっていくのかとかっていうのをすごい慎重に、しっかり形を取られてください。ここすごいポイントです。でも形がでこれねちょっと喋ってると思いますけど、実際のものとかも手に持って見てみたりとかしてもいいと思いますし、手に持って見てとか、実際にこう絵の横に置いてみてとかっていうことができる状態ならばぜひぜひされてみてください。これはあんまりしてる人いないなという試験場とかで見ていても、そういうこと個人に、モチーフが与えられる場合ですよ。個人にモチーフが与えられる場合多少それぐらいができますので、少しこうできそうならばそういうこともしてみても、不安ならばやってみてもいいかなというふうに思います。こういうふうにこう正中線を引いて、それとこう距離をとで、いつも言ってますけども、下の方が若干上よりも広くということなんですけど、これ書き出しの段階でちょっと失敗してます。でそこで直してます僕は。で本当に1センチずつやって1センチずつ上げて全部上げてます。はじめ今書いているのを途中でこう上げていったりとかもしてますので、そういうところもぜひ見ていただければというふうに思います。ちょっと消しゴム練り消しで消してみて、さあ大体の全体のこう輪郭が見えてきて、もうちょっとこう中のこう、ガラスの柄とかを描いていった段階でうわっとかと思って、ちょっとこう下の詰まり方が気になったんで実は直しました。直すのも、もう一回できてたら全部をずらしていく感じなんで、そこで億劫にならないこと、やっぱりデッサンはこうそういうところです。億劫にならずに、億劫って分かります？うわーあかん、いやいやめんどくさいとか思わんようにするということが大事ですので、そういうところまでやっぱ気を配って、ぜひぜひ、形を変えて、ちょっと納得いかんかったら、もう形がちょっとでもおかしいと思ったら確実におかしいと思ってください。確実に。でそれを自分でもちょっと違和感があるなと思ったら、もう絶対にこう形が違うんやというふうに思ってください。今消しゴムで消していってますね。練り消しを使ったり硬い消しゴム、案外やっぱ羽根ぼうきって便利で、羽根ぼうきも用意しておきました。でガラスのコツとしては、こうだいたいこういうコップとかっていうのはもうとにかくまず形を正確に取るっていうことです。でここの輪っかの見えてる楕円形みたいなのとかは、楕円形の描き方みたいなの別の動画でこう作ってます。ぜひそれを見てください。もうそれを見ていただけると分かるんですけども、難しく考えすぎないこと。ただ見え方ですよね。自分の目線の高さに来ているものは上の面見えへんけど、ちょっとずつ下に来れば来るほど輪っかっていうのは大きくなっていくよっていうのとかですね、その描き方みたいなのもお教えしてますので、こういうところはこうたまにこうデッサン、今回はもういつもは作画動画作るときは紙自体を回転とかさせないんですね。でも普段描くときは回転とかさせまくってます。デッサンとかね。そうすると反対側から見ても楕円は楕円やしとか、横にしてもとかね、でこうなんていうんですか、工業製品とかっていうのは反対にしても逆さにしても、でそういう風にいろんな角度でこう見ていってみてください。でやっぱり楕円の形とかのそこの例えば横のとこに来たら厚みが出てきたり、手前のとこぐーっと前に来て奥のとこぐーっと小さくなるとか。情報が集まっているところとかに光とかの乱反射みたいなのが起きているところがあったりするんですね。こうなんていうの、例えば下の方のこのところ、これ今まだこう形直してませんよ。これねまた直すとこ出てきますけども、乱反射が起きているところとかの光っているのをより光っているように描く。
より光ってるように描くということとかを今回お見せしていこうと思います。ぜひぜひこう頑張って、デッサンとかはもう嫌いとか苦手とかいやいややりたくないという人は別に結構なんですけど、やってみることもあっていいんじゃないですか。80歳の方やったらね、これからは150年人生ありますので、あと70年もありますからね、1年に1作書いても70枚、1年に3作品書いたら210枚、ね、古典何回できるんやって話になりますからね、はい、適当なこと言うてますけども。で今だいぶ変えてきたんですけども、ちょっと形が納得いかずに、変えていくということをもうおじさんだってするんですよ。で楕円もほんの少し結局最後ちょっとずれてたかなと思うので、最後また書き直したりして、この動画を撮り終わった後に書き直したりとかもするんですけども、それぐらい難しいです。でこの辺とかにギューッと回っていくところっていうのは情報量が多くなっていく。意味わかりますかね。正面とか意外とバシッとこう見えてたりするけど、横に行けば行くほどこう細くなっていくでしょ。おじさんの手見てもこの角度から見たこのところのこの距離感を奥行き感をこう描くよりも難しいんですよ。こういう風になってる距離感を描く方が。でそういう丸くなってるものとかっていうのはそういうのがすごく難しいので、意外とこう横に入っていくとこっていうのに神経を注いであげやんといかんなというふうに思います。白いところでガラスこれ例えば背景を真っ白の状態である程度残していくようなパターンの作品ってあるんですね。卓上デッサンなんていうの。そういう時っていうのはでもどうしても奥の方の暗い情報みたいなのが映り込んだりとかすることあるんですね。でそれをそのままガーッと強く描きすぎてしまうと、背景を真っ白にしてるのにそこのところだけは黒くグーッとなったりとかして違和感が出てくる。でちょっと言ってること分かります。ちょっと難しいかもしれませんけど、ちょっと抑え気味に書いてあげたりせんと、なんかいきなり嘘の情報とか全然違う情報が入ってきたりとかして、絵の中でカオス状態になっていくということもあります。難しいかな。言ってること分かる？基本卓上デッサンと呼ばれるのは大体基本は真っ白に描くんですよね。でもガラスっていうのは奥のまたいろんな屈折をして向こうの方の暗い色とかが映り込んでたりとかして、で全然違うところの色が入ってきたりとかしているので、もうこれ形直した後ですね、一生懸命おしゃべりしてたらそんな感じでちょっと調子をつけ出しました。上に対して下が少し開いているという状態ですよね。という感じで少し鉛筆の腹を使ってずっと 2B ぐらいで書き出してます。 2B ぐらいで今ティッシュでこすりました。土台を作っていっている段階なんですけども、ちょっとその時にもちょっと濃いめに見えるとか濃いめに書いて、ただベターっと塗ってるだけじゃなくて、で濃いめに書いてるとこ少し塗り残しながらゴシゴシこするというよりちょっと柔らかくティッシュを少し柔らかくしてこすっていってます。あんまりゴシゴシ強くやりすぎて紙のボコボコを完全に潰してしまうというよりは、ちょっと紙の凹凸の上に鉛筆の粉が乗っているのが落ちていってくれるかっていう感覚でこする。難しいですかね。殺筆なんかになると結構ちょっと強めに書いたりしてるんですけど、ゴシゴシとやってるんですけど、ティッシュなんかっていうのは少し優しくやってる。でちょっと鉛筆をまだ立ててはいないけども少し寝かせながらもちょっと濃いところとかそういうところを見ながら描いていっております。後ろに透けている情報というのが何なのかと、すごく情報量が多いんですよね。ガラスとかっていうのは。だから透明感のあるものって難しいかもしれないですけど、逆に言うと書いてきた人間からすると難しくないですよ。情報が多いから書けばなんとかなるというところあるんですよ。だから書けばなんとかなるんですね。ただ闇雲に書くんだけじゃなくて、その情報を理解するっていうことが大事ですよね。そしてまたもう一回ティッシュで土台を作っていってます。でその情報を理解するっていうのが大事なんですよ。難しいですよね。向こうに透けてるのはこれは何やとか、この光はなんでこういう風に映ってるんやと。で要はデッサンってそういう風にものがどうなってるかっていうことを理解するっていうことなんですね。ちょっと難しいですけど、少しそういうことも覚えていかれると皆さん成長していくんじゃないかなというふうに思います。なんか本当にいろいろスポーツとかでもどんどん科学的になってきて、今も科学的なちょっとこれなんかこういうふうにしたらちょっと楕円形が下の方が広がってるように見えたりしてるんですよね。でそういうことにも自分で気づいたら、ちょっとでもおかしいと思ったら絶対おかしいっていうふうなぐらいの気持ちで、ちょっとおかしいは絶対おかしいですよ。これ今日のもう教訓ですね。特にデッサンなんかはそうです。で消しゴムで練り消しじゃなくて硬い消しゴムでガッとエッジをきれいにしてやりました。で綺麗にやって、手でパッとやってしまうと手の油がついてしまいますので、乾燥肌のおじさんでもついてしまいますので、ぜひですね皆さん羽ぼうきみたいなのを買われたらいいんちゃうかなというふうに思います。
ちょっと土台ができました。濃すぎたりしたら、少しこう練り消しとかを少し柔らかくしてトン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 と日の2トンとかっていう風に叩いてあげてください。のこちゃんね、叩いてあげてください。少しね。それでここから鉛筆いろんな種類使っていきますよと。今までずっと実は 2B だけで書いていました。他のものとか 3B とか 4B とかで初め書き出しますけど、若干硬いめの鉛筆で、書き出していってました。今回はね。それぞれの絵によってまた別の他の動画では 3B で書き出したり 4B で書き出したりとかしてるかもしれませんけど、その辺をね、適当にね皆さんに合うあれを探されてください。そしてこういうとこ前に出てくるようにぐーっとね、こういうとこ一番前に出てきているというわけですから、自分の目からも一番近いとこなんですね、ここってね。わかります。自分の目から近くて、下の輪っかよりも一番自分の目線の斜め上からって一番近いじゃないですか。でその近くで前にあるっていうところ、そしてそこにまたキラッと光ってたりすると、触らないというか、なんていうの、汚さないっていうかな。そういうところをすごく慎重に書いてあげてください。要は白残すんやけど白の周りも書かんといかんね。だから物があるっていうのは物があるね、物を一生懸命書くだけじゃなくて物と周りの関係というのを考えんといかんということですよね。特にこれは僕は油絵家やったから油絵家っていうところは背景との関係兼ね合いみたいなことをやっぱり大事にする、背景がない絵ってほとんどないじゃないですか。だからやっぱそういうのは少し大事にしていってるところはあります。こういう卓上デッサンみたいなのは高校生の時までずっとやって高校2年生ぐらいまでかな、しっかりやってきた方やと思いますけども、特に大人になってくるとある程度理屈で理解できるようになってくると、若い頃っていうのはなかなか理屈で理解できないけど、大人になってくるとそういう思考ができるようになってくるんですね。なんか駅の電車のホームとかで傘かなんかでゴルフの打ちっぱなしのなんていうの打つフォームをチェックしてるおっさんとかいるでしょ。僕はやらない電車もほぼ乗らないから早送りも見せてますけど、ああいう人たちっていうのはある程度やっぱりそういうレッスンビデオ的なのとか見て理屈で理解しようとしてるんですよ。なぜ自分のボールがフェード落ちしていくのかというと、なぜこうなのかと。絵も実は結構そういうところはあります。そういうところもあります。そういう魂だけで描くんだっていう人はもちろんそれはそれで結構だと思うんですけど、多少はそういうことを知った上での逆の引き算をしてみると、これ殺筆ですね、してみるというのも手ですよね。言ってること分かりますか？だから本当に常にもうそんなもん何も関係なくとかっていう風に、やる人とかもいたりするんですけど、別にそれはそれで結構ですよ。その人の自由でございます。そんな美術や芸術なんで自由なんですよ。でもこういうことを知った上で、前へ行ったり逆に引き算をしていったりとかってするとね、やっぱりそれだけ見地が広まるというかですね、というとこ例えば美術史なんていうのも教えたり、ちょっと鉛筆を立てて書いて美術史なんかもざっくり1時間みたいな動画ずっとあれも常に見続けられてるんですよ。面白いもんですよ。でやっぱりそういうやっぱ学びをしたいんやなっていう人がある程度世の中には多いんやなっていうことも気づく。でそういうことによって例えば高度な動画もいいですけど、基礎的な動画というのも作って、これも完全に基礎的な動画ですよね。鉛筆デッサンやったら例えば書く時間がないとか、紙に関してこれそうね、コットマンっていう紙ですけど書く時間ないという人もやっぱり鉛筆を何本かセットみたいなんで買って、あとは紙ですね、紙だけでも買って、あとは家のものかなんかを書いたりすれば、そんなに子育て中の奥様とかもそうかもできますもんね。大変ですよね。油絵の具チューブから出してブーっとして、そしたらうちのちび今風邪ひいてもう2人今います。平日の真っ昼間にね、だから2人でなんかやってます。大変ね、ほんとね、子育てってもめちゃくちゃ大変だということでございます。ちょっとそれで最後書き込みをグググっとしながら、やっぱ観察をしながら、大きいストロークというより細かいストローク、画面の全体を見ながら、そしてキャッと光ってるところっていうのを書いたりとか残したりとかしていっています。何の話やねっていうことも多いかもしれませんが、なんかそういうスキルアップ的なことを育児中にしろみたいなことをどこかの師匠が言うたかもしれませんけど、こういうくらいのことならできるかもしれませんのでね、絵ずっと描いてきたけど美大行ってね、結婚してもう子供生まれてもう全然描けないとかっていう人もほんの少しだけでも前に進みたいという人はこういうデッサンなんかとか水彩画とかは教
おすすめかもしれませんよ。でまた子供がちょっと落ち着いたらまた絵描けますしね。だからちょっとそのために手を鈍らさないというためにはいいのかもしれません。そしてこういうところ本当に慎重に一番前にあって、そしてプラス光っているところみたいな、やっぱ透けているもの、光っているもので、こういう工業製品みたいなの形、そのあたりというところを注意しながら、またいつものように何の話しとうねっていうところもたくさんありましたが、デッサンぜひぜひされてみてください。これはなんか昔の教え子がくれたやつですね。ありがとうございます。こういう形で使わせていただきました。はい、ということでちょっと硬い鉛筆も使い、柔らかい鉛筆も使いということを進めていってます。本当に画面を汚さず書いていってるでしょ。こういうことも大事ですよ。だから本当に例えば高校生とか中学生とかでもなんかね、ちょっとじゃあもう放課後今日も2時間、明日も2時間、4時間でみんなでこのあれを書いてあれしてみようとかね、みんなでやってみようとかしてもいいかもしれませんよ。もう若い高校生とか中学生なんか別に証明する必要ないけどね、鬼好評に送ってきてもらってもいいですよ。ただで見ますよ。そういう若い子たちならね、大学生ぐらいやったら1000円ぐらい払えと思いますけどね。はい、という気持ちでこちょこちょ書いていっております。そんなことを動画で言ってもいつか忘れてしまいますので、メールとかでそんなこと言ってたので送らせてもらいましたって書いてください。はい、ということで影もやっぱ大事ですね。この影に関してはそんな出えへんけど、しっかりしたコップみたいな、ね、台座がないようなコップみたいなものとかやったらめちゃくちゃ綺麗な影とか落ちるんで、案外そういうところを大事に見て描いてあげたらすごく良くなります。本当は影っていうところまでポイントなんですけど、今回はその影という部分はあんまりそんなに情報が多くなかったんで、ぜひぜひそういう影とかが綺麗に落ちてた場合はそういうところを大事に描いて、それが床面にビタッとくっついているような感じね、ビタッという感じを描けたらもっとなおいいなと思います。下の台座の楕円がちょっと私の中で形がおかしいので後で直しておこうかなというふうに思いますが、という感じで、デッサンも、一つの作品に十分なりうるということで、皆さんぜひデッサンをしてみても、どうでしょうか。最後に紙を折ったぞっていう感じです。ノーカンペで今日も行きました。いろんな角度で見て最後はですね完成といたしました。終わります。終わり。チャンネル登録よろしくね。はい、バイバイ。